1枚だけなのにやっぱりアニメーターがその動きを意識しながら、そうですね。やっぱ癖ですよね、そういうのって。よろしくお願いします。毎度です。今回も日野井さんが来てます。どうも。いつも Discord コミュニティグループ無料でアートアドバイス部屋に入れますので、今回はドムさんが投稿してくれました。Beep boop, could I get some help with anatomy and shading on this piece? あとは基本的に何か気になっているところ、どうでしょうか。すごい上手ですね。そうですね。色がついてると本当にね、映えますよね。そう。いつも自分線画ばっかり描いてるんで。そうね。時間があれだし、時間を使って色も選んで影も入れましたし、何かアドバイスもらえますか？そうだな、もう少しポーズを2人腕組んでるから。そうですね、この前のレスリングポーズも書いたし、もうちょっとアクティブにすると良くなるんでないかなとか。じゃあここに座って書いてもらえますか？そうですね。能動的にこっちのキャラが腕を組んでるっていう感じになってるんで、じゃあ最初は右腕を少し位置を入れてます、そういう長さになっているはずだからですか？普通の人間のプロポーションで、ね、元も書かれてるんで、それに合わせてやってますけど、でなんで頭を少し左に動かしましたか？まっすぐ立ってるだけじゃつまらないんで、アクションしてる時はなんだかんだ言って傾くでしょ。なるほど。じゃあ2人とも肩の位置少し傾いて、そして体がもう少し前に斜めになってますね。すごいちょうどいいタイミングですね。この前のレスリング動画絡まっている2人の動画作りましたし、なるほど。左にあるキャラクターの左腕が多分少し伸びていましたし、今のポーズを少しいじってちゃんと腕が長すぎないようにかけてますね。やっぱりレスリングの動画と同じように2人が触っているところを考えなきゃいけないですね、そうじゃないと無理やりに腕が長すぎ伸びているようになっちゃうし、オリジナルの絵の中で2人ともは普通に立ってたんだけど、今回は主体がねこっちで引っ張られてる感じで、こっちはちょっと不安定に。なるほど。そうするとそれっぽく見えるんで、小説の表紙になれそうですね。ほら中世の小動画だったらね、きちっとね直立不動みたいな感じになってるだろうけど、やっぱりこういう絵はねアクティブだった方がいいでしょ。そうね。でこのキャラクターの右腕の少し説明してもらえますか？引っ張られて残されてる感じですよね、こっちの方向に。すごい1枚だけなのにやっぱりアニメーターがその動きを意識しながら、そうですね、やっぱ癖ですよねそういうのって。じゃあアニメーション描いてない人にも少しアニメーション、現実の動き方考えると自分の1枚でも動きがあるイラストになりますね。そうですね。やっぱりほら肩のね傾きも動きの中ではね本当にまっすぐなることはそうそうないんで。あとはすごいニュアンス細かいところですけど、この人の腕が収まっている感じだけど、これがちゃんと腰にちゃんと引っ張られてるからこの腕も右の足もちゃんと引っ張られているように動きがあるイラストになりました。元のね骨格がこういう風にちゃんと意思を持って描いておけば、それに服をつけて顔を描いていって説得力のある絵になると思うんで。そうですね。服を着せる時も少し引っ張られてる感も出せますね。気になってますので、この上にこのキャラクターの服が動いてるように、でも元の絵がほらぴっちりしてるから動いてるように見えないかな。そうなんだね、髪の毛で表現しています、ね、確かやっぱりプロアニメーターとしていろんなパターン頭の中にすぐ思いつきますね。そうですね、癖ですからね髪の束残されてるので顔隠れるくらいに行きますね。
まあこんな感じ。だいぶコメディっぽくなりましたね。1枚だけでもキャラクターの性格入れられますね。まあ尻尾があるから、この体の向きだとっていうかこのキャラクター羽も尻尾もあるんですね。あるみたいですね。もふもふした尻尾ですね。これは何の動物なのかな。タヌキ。羽もある。タヌキの尻尾のイメージですよね。自分が描いちゃう。アライグマかな。なのかな。体の向きに合わせて尻尾を描くんならこうしといて無理やり見せた方がいい時もあるし。では少し影の入れ方。まあこの場合は、順光にするか光の方向をこっち側にするかとか。どっちがいいですか。じゃあノーマルな影付けってことで、もともとはその右から来てますね。ただあんまし正直につけるとなんか意味合いを持たせた影付けになってしまうので。そうね。せっかく2人絵に入ってますね。そうですね。まあこれに影を順光でつけるんなら、ハイライトの位置をどういう風に選んでますか。まあ大体ほら天使の輪っかってキューティクルの光があるじゃないですか。それに合わせて。いろんなところで実は顔の下を向いてる面がありましたね。そして前髪から落ちる影。まあ順光だとこんくらいかな、影入れるとしたら。私がすごい気になってるところは、このよくアニメで見るこの円の形、今逆になってるんですけど、これですか。 Z の字、そういう形のうまい入れ方、何かアドバイスありますか。そうだな。まあ手が覚えてきますから、やってるうちに。まあ光がね当たって反射するんなら影がここら辺について、まあだいたいこれぐらいに入れとけばバランスいいんじゃないかなっていう感じですよね、入れるとしたら。私がいつも簡単な顔を描いて、もしこういうような紙があったら、ハイライトはその天使の輪、ここにあると思っても、なんか入れ方、そのどういう形がいいのか、私がこうとか、それか大きく描いて小さくなってまた大きくなるとか、あとそのさっきの Z の字、こういう風になっちゃうんですけど、なんとなくなんか改造もアドバイスもらえますか。よく使うのが本当にそうですね。それもうこれをもうホワイトとかハイライト色で塗っちゃうとそう見えちゃうんですけどね。そうですね。でももうどうしてもこういうようなハイライトをつけたかったら、まあちょっと細かくしすぎるとくどくなっちゃうんで、大きめに端に行くに従って少し小さめにとかやっていけばいいんじゃないかな。いろいろ描き方はあるから、あとはこういう表現をところどころ入れていったりこういうのでもうこの線に合わせてこういうパーツに分けちゃって、このハイライトをつける前にたまにこういう輪を先に描いてますか。そうだね、当たりとして薄く描いてそれに乗っけてきますけどね。すごい勉強になりました。では最初はドムが投稿してくれた絵はこんな感じでした。この2人が仲良しっていうか、若干こっちのキャラクターの方がやんちゃっぽくてこの人が引っ張られている感じでしたので、やっぱりこういうポーズの付け方でもコメディがもっと出せますね。ちゃんと手がここに腰に触っているし、でこっちの方がそんなに触っていないけど、キャラクターの体が全体的に引っ張られているように見えるし、右
足が上に上がっているしこの手が少しまだ左の方に残されているし、あとポーズが強く私がメインだよ的なポーズになっているし、いい勉強になりました。あとその上にこの人は結構フィットした T シャツとズボン着ているし、髪も残されているようにこのキャラクターがちゃんと引っ張られてるように見えます。この尻尾もこういう立ち方だと最初は自然に出て曲がってこっち側に来るとか自然になってますし、あと最後にこの髪の影の付け方、まあ今回は順光だと思ってこういう束左の方が影になっているとこっち側が普通の色になっているか、まあこういう風に上から光が来てるし下の方だけが影になっているとか、あと順光だと顔のいろんな下を向いている面がわかるので鼻の下とか、あとは私が個人的にすごい気になっていたところでこういううまいハイライトの付け方、まあ私がいつも結構単純にオーディオウェーブみたいな形書いてたんだけど、こういうもう少し大きく書いたらくどくないように書けるし、あとはこういう一般的な大きな天使の輪円を書いてそれに合わせて小さいブロック形のハイライトも入れたりできますね。本当にありがとうございます。はいはい。あとドンムーさん投稿してくれてありがとうございましありがた。とうございました。あとこのアートアドバイスシリーズ動画いっぱいありますのでぜひそれも見てください。あと登録お願いします。バイバイ。バイバイ。